一人で弾く時間は孤独ではありません。それは自分だけの音楽との対話です。この動画は一人でギターを弾く時間を肯定するために作りました。ギターに関するコンテンツの多くはバンド演奏や人前での披露、SNS への投稿を前提としています。初心者向けのコンテンツでも仲間と一緒に弾こう、まずは誰かに聴いてもらおうという方向性のものが多いようにも感じます。しかし実際には誰にも聞かせず、どこにも投稿せず、ただ一人で弾いている方が多くいるはずです。この動画はその方たちへのメッセージです。一人で弾くことは妥協でも孤独でもありません。音楽との最も純粋な向き合い方の一つだと思います。とある会社の調査でも、ギターを始めた方の大多数が一人で静かに弾きたいという動機を持っていることが示されているようです。この動機は正当であり、その選択は間違っていないと感じるんです。今日はそのことをお伝えします。一人で弾く時間が持つ価値を見てみたいと思います。誰かのためではなく自分のための音楽。人前で弾くことを前提にした練習は常に見られている自分を意識してしまいます。この意識は演奏に緊張を生んでしまい、楽しむ前に評価を気にさせてしまう。うまく弾けない自分を見せることへの恥ずかしさが練習の妨げになります。一人で弾く時間にはこの意識がありません。下手でもいいし、ミスしてもいい。途中でやめてだっていい。誰かの期待に応える必要がない音楽は最も自由な音楽だと感じるんです。この自由は音楽そのものへの集中を生みます。評価を気にしない状態でギターと向き合うとき、指の動きより音に意識が向き、音より音楽に意識が向いていきます。一人の時間に生まれるこの集中の質が長く続ける方の演奏に宿る深みの源になります。音楽が義務から贈り物に変わる。一日の終わりに誰にも邪魔されずにギターを弾く時間。この時間が持つ意味は年齢を重ねるほど大きくなるように感じます。仕事の義務、家族への責任、社会的な役割。それから離れてただ音楽の中にいられる時間。この時間は誰かに与えてもらうものではなく、自分で設計して確保するものです。サイレントギターとスピーカーの組み合わせは夜の静かな時間帯でも小音量で弾けます。深夜の部屋で小さな音量で自分だけのために弾く時間。この時間を知っている方はやめる理由がありません。音楽が義務から自分への贈り物に変わった瞬間、ギターは一生の趣味になるのではないでしょうか。演奏の深みは一人の時間から生まれる。多くの優れた演奏家が一人で黙々と練習した時間を土台にしているはずです。観客がいない時の演奏がその方の本当の音楽を作ります。一人の時間に積み上げたものがいつか誰かに届く演奏の質を決めるんですね。一人で弾く時間は音楽の根を育てる時間となります。その根がある演奏には技術だけでは説明できない何かが宿るのだと感じます。一人で弾くというスタイルを選んだ方の継続率はなぜ高いのでしょうか。外部依存がないため続ける条件が自分でコントロールできます。バンドを組んでいる方はどうしてもメンバーのスケジュールに依存してしまいます。教室に通っている方はレッスン日という外部の締め切りに依存してしまいます。一人で弾く方は続けることへの制約が外部にありません。弾きたいと思った時に弾き、休みたい時に休める。
この自律性が長期的な継続を支えます。そして完璧主義から解放される。誰かに聞いてもらう前提がある練習には、ちゃんと弾かないといけない。ちゃんと弾けないといけない。というプレッシャーがどうしても伴います。一人で弾く練習にはこのプレッシャーがありません。下手な自分を誰かに見せるという恐怖もありません。難しい曲や新しい技術に気軽に挑戦できます。失敗を恐れない練習は上達を加速させます。一人の時間をより豊かにする環境。例えばこのサイレントギターをスピーカーにつなぎ小音量で演奏をする。必要に応じヘッドホンを使用し音に没入する。イコライザーで音の調整をし、好みの音色に整える。部屋の照明を少し落とす。スマートフォンを別の場所に置いておく。これだけで音楽の中だけにいられる質の高い時間が生まれます。特別な場所も特別な道具も必要ありません。手元の楽器と少しの環境設計で毎晩この時間を作れるということです。一人で弾くことを選んだすべての方へ。もしバンドを組まなかったことを後ろめたく感じるのなら、その必要はありません。発表会に出なかったことを不十分だと感じる必要もないと思います。SNS に投稿しなかったことで楽しんでいないわけではありません。一人で弾き続けることを選んだ方は音楽と最も長く、そして深く付き合う可能性を持っているということです。その選択は正しいと感じるんです。まとめです。一人でいい。それだけで音楽は成立します。この動画のシリーズを通して私がお伝えしたかったことの核心がここにあります。ギターは一人で楽しめます。誰かに聴かせなくてもいいです。バンドを組まなくてもいいです。下手でも大丈夫。続けることだけが全てを作ります。あなたが今夜もギターを弾いていることをこの動画を作った理由として十分持っております。最後までご視聴いただきありがとうございます。サイレントギターとクラシックギターについて論理的な視点で動画を出しております。興味があればチャンネル登録しておいてください。困っていることやリクエストがあればコメントで教えてくださいね。別の動画で取り上げていきます。それから一つだけ。概要欄に無料の練習設計図を受け取れる登録フォームリンクを貼っております。15分の練習設計図から始まる5日間のメールプログラムです。まだ受け取っていない方は概要欄から確認してみてください。フリーマンでした。ではまた。